ちは、香水です。本日のテーマは片付けられないというお話をしていこうと思います。今日の動画を聞いていただけますと3つのことがわかるようになります。1つ目は部屋を片付けられるようになります。2つ目は片付けをやる気が出る方法がわかります。3つ目は運気が良くなります。部屋が片付けられないというお悩みの方は結構多いんですね。で、片付けたいのに片付けられないっていう方が多くて、そういう方が少しでも片付けがはかどるための方法をお伝えできたらなっていうふうに今日は思っております。で、今日の話はですね、脳の病気で片付けられない人もいるっていうことを聞きましたので、その方に関してはちょっと該当しないので、ご了承いただけたらと思います。で、私ももともと別に片付けが特に得意なわけではなかったんですね。でも今は普通にできるっていう感じなんですけど、で、片付けがそんな得意じゃない私が、徐々にね、自分でこう改善していって、そういう今みたいに、とりあえず普通に片付けられるっていう風に、なったっていう経緯がありまして、その話が、ヒントになるかなっていう風に思いましたので、今回お話してみようと思いました。で、片付けられない片付けられない人の頭の中で、今から言う3つのことが原因で片付けられなくなっている場合が多いんですね。1つ目は、まず散らかりすぎてて何から手をつけていいのかわからないっていう状態になってるっていうパターンとかと、2つ目がどうせ1箇所片付けても他が片付いてないから意味がないんだっていうふうに思っているパターン。これは完璧主義っていう感じですね。で、3つ目が片付ける前のネガティブな感情に浸ってしまっていて片付ける気分にならない。この3つが大体原因かなっていうふうに思います。で、つまりこの3つをクリアしていくことが一つのコツじゃないかなというふうに思うんですね。で、まず1つ目からちょっと話していこうと思うんですけど、散らかりすぎてて何からしていいかわからない場合ですね。とりあえずどこでもいいから1箇所ここだけ今だけ片付けてみようっていうふうに決めてみてほしいんですよ。で、この時に大事なのはハードルの高い場所は選ばないでください。例えばキッチンの換気扇とかさ、結構油ぎっしゅになっててちょっとハードル高いでしょ。あんなところじゃなくて簡単にできる場所。例えばキッチンのシンクの上だけをやるとか、ドレッサーの上と鏡だけをやるとか、あるいは自分のいつも使っているパソコンのデスクの上だけをやるとか、あと引き出しの1個だけ開けたところ、1段上だけをやるとか、メイクセットの、机の上だけやるとか、そういう感じで本当に1箇所だけをまず決めてほしいんですよ。で、これぐらいちっちゃいスペースで構わないから、まずもう今日は5分だけそこをやるっていう風に決めてやります。できれば、パッと見て目に入る場所が本当はいいです。その目に入って1箇所すっきりすることが大事なので、その1箇所だけでもすっきりすると、なんとなくね、気分が良くなってね、あともうちょっとしよっかなっていう気分が湧いてきたりするんですよ。この気持ちいい感じ、ちょっと例えば、私よくやるのはテーブルっていうか自分のパソコンデスクの上を、ちょっとホコリとか、パソコンって電化製品がすごいホコリとか吸うじゃないですか。だからそれが気になったりとかしたら、ウエットティッシュとかでこう拭くんですよ。で、その時にそのデスクの上だけちゃんとやろうみたいな感じでやる時あるんですけど、それをやるとちょっと気持ちよくなるんですね。すっきりして、気分いいな、爽快な気分やなっていう感じになるんですよ。で、その爽快な感じのこの感覚がすごい大事。それをまずやると、やります。そうするとね、調子が良かったら、それに関連して、その横の、机の上にコピー機が置いてあるんですけど、そのコピー機もやりたくなったりするんですね。一箇所綺麗になったらその横も気になって、ここも綺麗にしたいなとかいう気分になるんですよね。で、そこもやってもいいんですけど、この時に大事なのはその、続きをやる時に
それをやっても本当にしんどくないかっていうのを自分にちゃんと聞いてほしいんですよ。なんか完璧主義に入っていく人ってここから無理してやっていくからダメなんですね。今日は5分で決めたんだったら本当は5分なんですけど、でもちょっと今日は余力が残ってるなって思うんだったら、じゃあコピー機のとこもやろうって言って、その分割してやっていってほしいんですよ。なんか1個やったら全部やるみたいなことをやめておいて、もうとりあえず机の上やった、決めてやった、 OK なんですね。でもまだちょっと力残ってるなって思うんやったら、その隣のコピー機もやってみるっていう感じで、こうスペースを一個一個決めてやることがポイントだと思うんですね。でそれをなんか一個やったら全部が気になるって言って、なんかそこから始まって掃除が始まりだして、なんかだんだん広がっていって、無理して全部やろうとすると、何が起こるかっていうと、掃除ってしんどってなるんですよ。もうめっちゃ辛いみたいな。なんかそのね、こう嫌な感じが残ると、もうなんか次やるの嫌になってくるんですよ。これが掃除嫌い、掃除がしたくなくなる原因やねんね。だからすごい気合が必要なんですよ。掃除イコールしんどいことと思ってるから、ああもうやらなみたいな。でも5分だけ机の上だけとかだったら、そこまで気合いらんはずなんです。本当は1日のうちの5分ですよ。5分ぐらい別にそんなに時間がもったいないってことはないはずなんですよね。でそうやって1個ずつ質問していく、そのスペースできたらまだやりたいって気持ちが出た時に、まだほんまに余力あるって自分に、しんどないと聞いてみて、まだいけそうやなと思ったらまたワンスペースやるっていう感じで、またそれやっても隣にまたその隣がまた気になるとなったら、その時毎回聞いてほしいんですよ。まだ力あるかな自分にって、エネルギーのことですね。力っていうのはやっぱその日のなんか調子によってエネルギーの量が違うでしょ。そうやってね、一個ずつ一個ずつスペースを決めてやっていくことが結構はかどる理由になるっていうか、でそうやって今日は5分机の上やって、次の日は横の、棚の本棚をやる5分とか、そういう感じで毎日5分じゃないけど、もちろん出かける日もあるからやらへん日もあんねんけど、そんな感じで、家にいる時は5分っていう感じでやっていくと、だんだん綺麗なスペースが増えてくるんですよ。そうするとだんだんはかどっていくっていう、そのやり方がおすすめです。で2つ目なんですけど、これがさっき話した完璧主義が原因っていう話なんですけど、まずもう完璧主義っていうのをやめた方がいいと思う。掃除に関してっていうか、掃除じゃないだけでもなくて、全てのことに関してなんですけど、完璧主義な人って結局完璧を求めるあまりに一歩も出られない、一歩も前に進めないパターンが多いんですね。今の自分がダメすぎて、その理想である完璧な結果と今の自分を比べてしまうんですよ。そしたらもうハードルが高すぎてやりたくなくなっちゃうんですね。だからもうまず完璧主義じゃなくていいので、どうせ無理ですから完璧とか。だから完璧主義はやめて、もうたとえ机の上だけでも今日5分やったで、なんかちょっとすっきりした、それで OK じゃないですか。あ、できたやん私ここって、それでいいんですよ。あ、今日できたよねって。それがなんか完璧主義な人ってね、こう考えるんですよ。あ、これしかできてないとか、ここやったって他の汚いところの方が多いしとか、ここ綺麗けどあそこはあかんし、ここもできてへんしとか、そんな感じじゃなくていいんですよ。できてないのはいいから、できたとこできたのはできたんだから、ここできて綺麗になったからすっきりしたなっていいんですよね。そういう風に考えたらいいと思います。ごめんなさい、風邪だいぶ治ってるんですけどね、喉がなんかおかしいんですよ。で今度最後の3つ目のイメージの問題っていう話なんですけど、掃除したいけどできないって動けない人っていうのは、なんかね、頭の中でね、どうせねここだけ1箇所やったって意味がないとか思ってるんですよ。さっきの2番にも通じるんですけど、完璧主義なんで1箇所だけ綺麗でもしょうがないやんってなんか思ってるんですね。で
もともとがそんなんやから、だから今までの過去振り返ってみてほしいんですけど、掃除やりだしたら気になって、他のとこ気になって一気にやってたと思うんですよ。だからめっちゃしんどいイメージなんですよ。一気にやったら絶対掃除でしんどいから。で、しんどいって。だから掃除イコールめっちゃよっこいしょって。重い腰を上げて無理からやるみたいなイメージになってるんですね。だからその頭の中の掃除のイメージが、もうしんどいことばっかりに偏ってるから動けないんですね。だからここでちょっと一旦頭を切り替えてみてほしいんですよ。例えば、タンスの一番上の引き出しの中だけ片付けたらどんな状況になるやろうなって頭の中だけで想像してみる。まず動かなくていいから。そしたら例えばセーターとかタオルとかをきれいに畳んで、タオルやったらくるくるってやって、輪っかっていうのくるくる巻きにして等間隔に並べていって、タオルとかも四角にでもいいし丸でもいいんだけど並べていって、ピシーって同じサイズでバーって並んでるっていうのを想像してみてほしいんですよ。気持ちよくないですか？でも要は完成形を頭の中でイメージするんですね。ここパッと開けた瞬間にここには何が入ってるってパパパパって見て分かるようなところまで綺麗にできたらめっちゃ気持ちいいやろうなって、この快感の感じ、頭の中だけでも先にこうなったらこういう気分になるよなっていうのを想像するんですよ。開けた瞬間、並び終えた瞬間の気持ちよさ。掃除する前はしんどいじゃないですか、絶対。めんどくさいなってなるし、でもやった後の気持ちを思い出してみて。しんどいなと思ったけどやってみたらなんか気持ちいいなって絶対あったはずなんですね。感じ、気持ちいい感じ、心がすっきりして気持ちよくてすがすがしい感じになるはずなんですね。それを思い出してほしいんですよ。でその、快感の感じっていうのかな、爽快感が大事なんですね。頭の中に爽快感があるかどうかが大事。掃除をやった後の爽快感が頭の中でちゃんと、鮮明にイメージできたら動きたくなるはずなんですよ。このね、いつも言ってますけど快不快って言ってね、快楽の快と不愉快の快ですよね。不愉快不快っていうので、人間っていうのは快でしか動けないんですね。不快なことで動くことってないんですよ。基本逃げるんですよ。なので掃除も一緒で、めんどくさいわって思ってる時って不快でしょ。不快なイメージしかないんです、その時って。それが動けない原因。ここがポイントなんですよ。だからまず動かなくていいから、まず動く前にここの部分、この机の上のこのホコリをウェットティッシュで拭き拭きしたらめっちゃスッキリするんちゃうんみたいな、なんかすっきりして爽快だよねみたいなことを頭でイメージする。そして爽快な感じが頭の中だけ先に体験するんですよ。そしたらちょっとやってみようかなとかやりたくなったりする。でちょっとやる気出るじゃないですか。やる気出すっていうよりも脳を騙すっていう感じ。これね、成功者の人とかね、もう全然これ使ってるんですよ。脳の使い方が上手い人が大体成功するんですけど、人生に脳のなんていうのかな、脳の機能を分かってるんですよね。脳が先に体験するんですよ、その快感の感じを。そうすると体も動く、やる気が出てくるんですね。で、そのやる気が出たところで本当に一箇所だけやること、ここ絶対無理しないこと。そこで、ね、ちょっとやる気出たからって言って調子に乗って全部やるからしんどいってなるから、もうそこをまずクリアした方がいいと思う。でね、一箇所だけやるとしますやんか。そしたらちゃんと言葉に出して、できたやん、めっちゃ気持ちいいって言ってほしいんですよ。すごいやん、私できたやんって、昨日までねできへんかったんやけどできたやんって口に出して言うんですよ。これ何をしてるかっていうと脳を騙してるんですよ。なんていうのかな、脳って賢いんですけど、でもちょっとアホで、自分の言葉に騙されていくんですね。
だからネガティブな、私いろんな人鑑定してるから分かるんですけど、大体運の悪い人って喋る言葉がネガティブなんですよ。本人は無意識ですよ。気づいてないんね。でも聞いてたら大体ネガティブ。そのネガティブな自分の言葉によって脳が騙されていくから余計に運が悪くなるっていう、そういうサイクルなんですね。だからその言葉で自分を乗せていく。できたやん、やったやん、すごいやんみたいなアホみたいと思うかもしれんけど、これほんまに効果があるってやった方がいいと思うよ。で、こうやって片付けた後にね、このいい感じを残すことがポイントなんですよ。爽快感とかいい感じとかできた感っていうのかな。それを頭の中に残すっていうのが次からやりたくなるポイント、原動力になります。で、さっきお話ししたように、部屋の片付けと開運って結構密接につながっていて、片付けた方がいい理由はやっぱりね、部屋の散らかり具合と頭の中とか精神ですねの散らかり具合ってね、不思議と見事にリンクしているんですよ。いや、だいたい部屋散らかってる人って心とか頭の中も同じように散らかってる人が多いし、細かい問題とかトラブルとかがすごい起きやすい人生なんですね。で、すなわち部屋の整理ができてないということは人生の整理も同じようにできてないっていう感じなんですよ。なんか昔ね、営業職の時に人の家に行くことがよくあったんですね。その時にいろんな人の家に伺った経験で言うとね、この法則ってすごく当てはまっていました。やっぱり部屋が散らかってはる人ってお金の管理とかもずさんな人がやっぱり多いんですね。で、やっぱりその心の中がそのまま部屋に出てるんだなっていうふうに感じました。つまり逆も言えるってことなんですよ。部屋を片付けると心も自然と片付くので、すっきりして、トラブルも減るし運気も上がるという、そういう感じですね。で、この方法でね、一回ね、今までこの方法でやってない方で今までなんか片付けに挫折してる人はこの方法でやってみてください。多分ね、片付け進むと思います。で、もしも最悪、ゴミ屋敷みたいになってる場合って、もうね、自分じゃ無理な場合もあるんですよ。もうあまりにも散らかりすぎてたら無理って思うんだったら、もう業者さん頼むのも私は一つだと思う。なんか最初の一歩はもう専門家の人に来てもらって頼んで、その後きれいにしてくれたものを維持していくっていうのもありだと思うんですね。今ってやっぱ働く女性がすごい多いので、家事代行とかすごい人気なんですよ。だからなんか以前っていうかね、昔はね、掃除なんか人に頼むとか気が引けるみたいな人も多かったけど、でも今はね、だいぶそのあたりも緩和されてきていて、頼む人も増えてますし、なんか一回お試しコースみたいなやつ頼んだら結構安くやってくれたりするので、一回頼んでみてね、なんか一歩踏み出すきっかけにされてもいいかなっていうふうに思います。はい、ということなので、今回のね、お掃除の件、ぜひね、失敗している方はやってみてください。はい、ということで、本日のお話は以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また別の音声動画でお会いしましょう。